こんにちは、ハルトです。ナイネナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。私たちの心は誰もが過去の痛みや経験によって大なり小なり傷ついています。その結果、新しい一部を踏み出すことをためらったり、自分自身や他人との関係において執着心を持ってしまうことがあります。根本サモキョ自主、もう傷つきたくないあなたが執着を手放して幸せになる本というのは、そうした心のままや不安との向き合い方を示し、精神的に自由になる道を丁寧に導いてくれます。本書は人がなぜ執着するのか、その心理的な背景を描き、執着心がどのように私たちを不幸にするのかを具体力を教えて解説しています。また、実際に心理学的アプローチを用いながら不知の感情や思考パターンを問い放す方法を示し、本当に求める幸せへと近づいていくための手段を示しています。著者は数多くのカウンセリングやセミナーワークを同じ多くの人の心理状態を観察してきた経験を通して、どのように心が健康で安定した状態になるのかを分かりやすく伝えています。執着心を手放すことで自分を払ってきた過去のトラウマから自由になり、本来の自分を取り戻すことができることを伝えるこの一冊は、幸福をテーマにしたあらゆる人のための事件的なガイドブックと言えるでしょう。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、執着心の心理的メカニズム。人が執着心を持つ背景には、不安や恐怖という悪の感情が根底にあります。特に過去の悪い経験や記憶、トラウマが原因となり、それらへの回避措置として人や物、状況へと執着してしまうことが多いのです。著者は執着心がどのように発生し、なぜそれに喰らわれるのかを明確に解説しています。それは自分の内面としっかり対話していないことが主因であり、自分の感情や欲求を正しく受け止めていない状態の結果であると述べています。本書ではこの心理的メカニズムを深掘りし、読者が自らの心理的な動機や原因を理解することで執着心を徐々に解放できるよう導いています。さらに、具体的な心理的背景を認識することによって自己理解が深まり、自己肯定感を遮うことが可能になります。その結果、真の意味での精神的解放や心の安定を手に入れることができるのだという視点は、心理学に基づいた近かな接続力があります。次に、過去の憂いを指す方法。心に残る憂いは事件だけが解決してくれるとは限りません。本書ではこれらの強いや記憶を丁寧に振り返ることで自己と向き合い、内面のウーワンを燃やすステップを解説しています。著者は特に感情にフォーカスし、自分自身が感じてきた椎名さや痛みを認識し、それに対する許容と理解を深めることの重要性を語っています。過去の憂いを否定したり避けたりするのではなく、しっかりと抱きしめ、せかしみを持って向き合っていくプロセスを示しています。本質的な心の価値は自己への共感と自己修養によって実現されるのだという深い視点がここにはあります。具体的には、セルフカウンセリングの方法や日常生活の中で簡単に実践できるワークショップ形式のワークなど、多彩で実行可能なアプローチが紹介されています。それらを同じ過去の上から生まれる問題行動や心得ストレスからの解放を目指します。さらに、幸福体制になるための具体的アプローチ。本書が目指すのは単なる心の上のよしではなく、幸福体制としての生き方への転換です。幸福体制とは、一国性の幸福感にとどまることなく、日常的に持続的な幸福を目指す体制・習慣を構築することを指します。そのための具体的な方法や考え方について、著者は様々なアプローチを提示しています。自己肯定感や自己尊重の重要性を強調し、自己理解を深めるセルフラベリングや毎日の感謝日記、ポジティブな習慣づくりなど、日常的な習慣化を通じて個々が幸福を自然に感じることができるようになる方法を示します。これらの習慣はシンプルですが、心の筋トレとも呼べる心理的習慣であり、続けるほどに
自己意識や他者との良好な関係構築につながっていくことが可能になります。また、ポジティブ心理学の理論を分かりやすく取り入れ、その理論に基づいた豊富な自力を紹介するなど、食生活に応用しやすく実験的な内容となっています。そして、感情のコントロール技術。傷つきやすく執着が強い人は感情のコントロールに苦しむ傾向があります。それによって自分の感情に圧倒され、不必要な苦悩や葛藤を生むことがあります。本書では、感情が暴走した時やネガティブな感情にいごれてしまいがちなパターンを具体的に解説し、冷静で客観的な視点で自己の感情を見る能力、メタ認知を養うための方法を詳しく紹介しています。感情を上手にあからうことは、人間関係をスムーズにするだけでなく、自分の内面を健康で安定した状態に保つためにも重要です。認知行動療法やマインドフルネスの考え方をベースに、日常生活で活用可能な感情調整方法を具体的かつ簡潔に提供しているのも本書の特色です。最後に、本当の自分を見つける執着や幸福感の牽入の根本には、自分自身を十分に理解していないという問題があることがあります。本書では、本当の自分を知り、それを受け入れて生きることの重要性を丁寧に説明しています。本当の自分を見つけることができきれば、他者との比較や自己否定に振り回されなくなり、自尊心の成長を通じて心の平穏が訪れることを教えています。結論として、本書は自分自身を否定しがちな人、過去の経験から解放されて充実した人生を送りたいすべての方に推奨します。特に人間関係の問題に直面している方には優れたヒントを提供します。他論よりも著者の事件的な心理学的アプローチが理解しやすく呼気強さがあり、人生を好転させる助けとなるでしょう。このような理由からタスではなくこの本の購入をお勧めします。ご支援いただける場合は、根本語形ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どごの感想をぜひお聞かせください。それではまた。